それはオランダの歴史上最も奇妙な裁判の一つでした。1947年のこの裁判での被告人は絵画の贋作者で、何千万ドルもの価値がある絵画の数々を偽造したのでした。しかも彼は自らの潔白を主張しませんでした。実際のところ彼の命運は自分が偽造したと証明することにかかっていたのです。多くの贋作者がそうであるように、ハン・ファン・メーヘレンは自らの作品で世に認められなかった画家でした。美術界に苦々しい思いを抱いて、ファン・メーヘレンは自分を認めない者たちを騙そうと試みます。彼は巨匠らの作品について可能な限り学びました。経歴やテクニック、使った素材まで全てです。彼が偽造しようと決めたのは17世紀バロック画家のヨハネス・フェルメール。フェルメールが緻密な筆さばきと技術的に優れた室内画を描いたことを考えると、これはかなり大それた選択でした。密かに6年間努力を続け、何枚もの作品を偽造して贋作者は技術を完成させました。彼はフェルメールの時代に用いられていた素材や顔料を研究し、それを自分の画材に混ぜ込みました。17世紀のキャンバスを購入したり、絵筆を自分で作ったり、合成樹脂を塗った作品を熱処理で乾燥させて、絵画にひびを入れて古く見えるよう加工しました。法医学鑑定をすれば合成樹脂が検出されたでしょうが、当時はそういった鑑定は発展しておらず、一般的でもありませんでした。現在でも絵画の真贋の判定は絵画の専門家の鑑定に依拠しています。つまり専門家の主観的な判断と明正にかかっているのです。ファン・メーヘレンはこれに目をつけ、芸術界を欺きました。研究からフェルメールには宗教画の初期作品があるとされていると知りました。この宗教画はイタリア画家カラバッジョに影響を受けたとされていました。フェルメール研究の大家アブラハム・ブレディウスはこの説を強く支持していましたが、作品は見つかっていませんでした。そこでファン・メーヘレンは作ることにしたのです。エマオの食事という題にしました。ブレディウスはファン・メーヘレンの贋作をフェルメールの傑作と称えました。この贋作はフェルメールの技術に達してはいなかったものの、こうした矛盾は背景に合わせて語られることとなりました。画家が自らの作風を確立する前の初期作品なのだと美術界のお墨付きを得て、この贋作は1937年に現在の価値に換算すると4億円以上もの値で売られました。この成功に後押しされて、ファン・メーヘレンはさらに贋作を作り、さまざまな画商を通じて売りに出しました。信じられない話のようですが、美術界は本物だと信じて疑わなかったのです。第二次世界大戦中にナチスがオランダを占領した折には、ヘルマン・ゲーリングというヒトラーに仕えた高官の一人がヨーロッパ中から収奪した自分の絵画コレクションにフェルメールを加えようとしていました。ファン・メーヘレンはその願いを叶えてやり、フェルメールの初期作品とされるキリストと開墾の女を売りました。戦況の変化とともにファン・メーヘレンの運命も転じました。連合国の勝利の後、彼は貴重なオランダの文化遺産をナチスに売り払ったという国家反逆罪で逮捕され、死刑で罰せられそうになったのです。この絵画が国宝ではないことを証明するために、彼はどうやって偽造したか事細やかに説明しました。しかし予期せぬ障害に阻まれます。詐欺を可能にしたあの専門家でした。自らの名声を守るため、ブレディウスは絵画は本物だと証言しました。打つ手のなくなったファン・メーヘレンはフェルメールの新作を作り、贋作を法廷に提出して、ようやく彼の言葉を信じてもらえたのでした。ナチスの協力については無罪放免となり、詐欺罪で懲役1年に処されました。ファン・メーヘレンが実際にナチスに協力した証拠はあったものの、意図的にゲーリングを騙したのだと人々を説得することができたので、自らのイメージをナチスを欺いた英雄へと変えたのです。新たに手にした評判により、彼の作品の価値が上がりました。後に彼自身の息子の手でその贋作が作られたほどです。同じ絵画が崇拝される巨匠の作から軽蔑の眼差しを向けられる贋作、そして贋作者の技術と悪名高さゆえに称えられる作品へと変わったのでした。歴史がお好きな方はぜひチャンネル登録をお願いします。ジュリアス・シーザーに対する陰謀からバナナの暗い歴史まで、毎週様々なアニメーションを公開しています。